劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者、特典 DVD のコーナーです。このコーナーはですね、キャストの特別座談会でお送りしたいななんて思っているわけなんですが、その司会進行として江戸役の私、パクロミが、進行させていただきたいと思っております。そして、その座談会に参加されるメンツがこちら。はい、監督の水島です。以上。はい。終わりかよ。はい。いいじゃん。どうぞ。ある役の釘宮理恵です。そして。シューズ役の違う。ちょっと待って、今の小ネタ全然わかりません。ロイ役の大川徹です。はい。というね、豪華なメンバー。なんでそれ言いようもない。まずね、お題を提示したいと思います。このお題について語っていただくみたいな感じで。じゃあいきますよ。お題その1、別離と再会。なぜかスタッフさんから失笑が漏れましたが、なぜでしょうね。まあね、これはなんでかって言いますと、テレビ版で我々こうね3人は別れたわけじゃないですか。それぞれの別れをして、それが劇場版で会えると知った時、その思いはどんな感じでした？っていうかね、番組終わる頃には劇場版やるって話聞いてた。なんだよ、すっごいぶっちゃけだよ。あと会わないと話にならないですからね。そうですよね。ちょっともうこのじゃあお題なしにする？いやでも会うそのシーンをさ、そう想像するわけでしょ。だからあれですよね。向こうに行っちゃったエドとこっち側にいるロイたちがどうやって再会するのかって、それは一番焦点でしたよね。まあそうですね。どうするのかなって、どうやって帰ってくる、行くのかな帰ってくるのかなってね、それも分かんないから。いや、ああいう再会をしたわけじゃないですか。でそれに対してどう思いました？いや、ロイはかっこいいなって。自分好きかよ、あくまでも。リエどうだった？ああいうこうエドと再会、ロイと再会ってして。なんかね、私はこうアニメで終わった最終回の時に、すごく兄さんに会いに行くんだって希望のある終わり方をしてたので、逆に楽しみにしていて、でも絶対に会えるって確信してたんだ、どっかで。確信っていうか、会えるっていう確信っていうよりも会うんだっていう決心みたいなのが強くあったから、もう会えないわけがねみたいな。ないって思っていて、続編で会えなかったら話にならない。なんであっちだろうだけどね、何度も言うようにそうかもしれない。でもそうかもしれないけど、この監督と相川さんが組んだら、もしかしたら会わないまんまかもしれないっていうのは私は考えてたんですよ。なくはないよね。このひねくれ者同士が考えたら、エドがパクさんじゃないかもとか普通言ってましたそうね。成長してるはずだからね。エドのオーディションやるからとか言われて。そうで、ちょっといいですか、ぶっちゃけトークして、そのテレビ版の頃年末にね、何でしたっけ、代々木体育館と大阪城ホールでフェスティバルやったじゃないですか。その時もいやパクさんがエドやるとは限らないからねって言われてたから、劇場版は私がやらないかもしれないんだけどって言ったら、まあね、皆さんファンの方々がそんなの嫌みたいな感じで言ってくださったんですよ。それを聞いた監督とプロデューサーが慌てて楽屋に来て「パク、お前が絶対やるから、お前がエドだからエドはお前だからやめてくれ、殺される」とか言われて、ファンの方々に脅されてエドは私だったわけですか？脅されたの。っていうかそもそもがパクさん以外でやるつもりはなかったですよ。なんだよ。ただそう言うと面白いじゃん。変な長い振り。ねえ、なんかさ、っていうかさ、俺がいやいやパクさんにするから大丈夫だよって言っても、こう誰かがまたね不安を吹き込んでね、南さんだったり美馬さんだったりとか、やっぱオーディションだよね。いつの間にか私の中で逆ギレしてましたからね。もういい作品作ってくれんだったら、もうエドはもう私じゃなくてもいいよ、もうやってくれよみたいな、見守るよぐらいの心づもりができましたからね。でもさ、ほら成長したエドが他の人だったら、渡部篤郎さんにやってほしいとかさ、あなたがなんかラジオかなんかで言ったら、海外のサイトで劇場版の鋼の錬金術師のエド役のところに渡部篤郎ってそれを日本のファンが見つけて、やっぱりパクさんじゃないんだって
逆輸入。そうなの？ネットで話題になってて笑ってどうしよう。すごいねそれ。私が言ったのは渡部篤郎さんがエド大きくなったら渡部篤郎さんになっていて、私のエドと大きくなったエドが会話するっていうね。共演したいっていうだけだった。はい自分がファンだからって。なるほどね。単なるそこだけだったんですけれども、はい。でもものの見事に話題が脱線してるんですけどね。ベズリと再会はどうなっちゃったんでしょうか。本当に。いいんじゃないですか。こういう時しか聞けないから。こんな話他でしてないじゃん。まあそうですけどね。まあそういう、じゃあ次のお題。すっげえ切り方。最近どうですか？ストレートに聞いてみました。最近どう？いや、お元気？まあ元気ですけど、私のポーズを真似ることはないんじゃないですか。いやいや、なんか面白いかなと思ってシンメトリーで。そうですか。じゃあ私もこんな感じ。じゃあやめます。ありがとうございます。はい。最近？鋼が結構8月までバタバタしてたじゃないですか。舞台挨拶があったりとか何々があったりとか。で、ちょっと2月からお芝居をやるもので、9月からちょっと仕事をセーブしたんですよ。そうしましたら、時間ができた途端に飲み歩いちゃって。そうだよね。わざわざ聞かなくても俺も飲んだしね、いっぺんね。そうね。もうね、それがね、とんでもない飲み方をするんですよ。ガラス割ったんでしょ。はい、5針と1針縫ったんですけど。ダメじゃんそんな。でもね、楽しかった。救急車みたいなすごい騒ぎになって。でも酔っ払っちゃってるもんだから救急車なんてよいしょみたいないるねみたいな感じで言ってて、でも気がついたらストレッチャーに乗せられてて、あっと思って「だからいらないって言ってんじゃん救急車」とかって言ったら救急隊員の方に「お姉さん30過ぎてんですからわがままを大概にしてください」って言われてはっと我に返っていかんと思いましたね。多いよね。でももうお酒はやめます。あれ？はい、よくね、お酒をいただくんですよファンの方に。私ね酒飲みって公言してないんですけど、酒飲みじゃないんで、なんですけどお酒が好きに違いないみたいな感じで。でもあれね、鋼やってる最中だってずっとね、だって飲んでなかったよね、本当に。飲んでないです。俺もだからほら某人からパクさんは飲んだりとかカラオケ行ったりしたら楽しいよって言われてたのに、別に普通に飯食うぐらいしかなかったもんね。飲み会やるってやめてたんですよお酒を6年ぐらい。打ち上げとかでねちょろっと飲むぐらいでさ。じゃあお酒をやめた理由がもう二日酔いで仕事をするのが辛いなと。ダメ人間じゃん。もうそんな自分嫌だなっていう。それとあとお酒飲んでもなんかみんな同じことをひっくりなんかひっきりなしにぐるぐる言うじゃないですか。あれがもうちょっと不毛な時間だなと思って。演劇論みたいな。そうね。だからさ芝居っていうのがさもうちょっとこう腹から声が出てさとかってもう聞き飽きたよみたいな。じゃあ今度のパクロミはニューパクロミですね。おっとそうきましたか。あら。なんかそのね2月の舞台あたりでこう大開花みたいな。いやない。なんでやねん。でもねもうねお酒はもう飲まないってちょっと決めたんだけど、また昨日飲んじゃって2日酔いなんだよね。なんかさイメージ崩れると思うよ。そうですか。わかんない。お題その2年間の変化。はい2年間作品の中で2年間経ってるって意味ね。そうその2年間の変化を自分はどう受け止めたのかなっていうことを質問しちゃいたいななんていうふうに思っているわけなんでございますけれども、じゃあ誰から行こうかな。じゃあリエ。いやもう可愛くなってましたね。本当にね。何キャラだよそれ。もうね本当に兄さんありがとうみたいなこう素敵な人間姿になれて。大丈夫かお前。大丈夫ですよ。私何かおかしなこと言いましたっけ。お兄ちゃんのおかげで人間に戻れたんだもんね。でもまあそもそもお兄ちゃんのせいで鎧に入ったんだけどね。そうなんですなったやっぱりファンレターとかでもみんな人間姿と両方書いてきてくれたりするんですけど、やっぱ人間ってかっこいいよねあるみたいな。そうですね。いや私もちょっと嬉しいわみたいな。嬉しい。聞いてんだよ。どう受け止めたらいいのかなと思って。そうですね。劇場撮ってからこう日が経ちすぎているので、なんとなくもう考えっていうよりもすごく
客観視しちゃうんですね。でもね、泣いてましたよね最初。なんでしたか、予告でしょ。予告のこれあるだよって言ったらね、そうダビングの時にエドとしか思えなかったんですよ、あるの最初の姿が。でそれで監督があれあるなんだよって言った時に、リエがヒって本当になったよね。ヒってなって大号泣しちゃった。本当にもうあれはびっくりしちゃって、もうエドにしか見えないのにこれがあるなんだと思って、そんなにね、こうやっぱり思い込んで一途になっちゃったんだなって思って、もうその瞬間にドバーって涙が。そうだよね。お兄ちゃんと同じ格好してるんだもんね。そうなんですよ。それでもう違う世界だけど、もし会えた時に見つけてくれるだろうっていう、あるなりの工夫がされていて、あれ俺じゃねみたいな、俺じゃねあれみたいな。でもよく見るとあるみたいな感じのね。けなげでね。けなげだよおね。兄ちゃん多分見つけた時はなんだあいつキモって思った。そう俺のコスプレだよみたいな。コスプレかよ。そうキモダッシュ逃げるみたいなね。ロイとかもやっぱりすごい2年間でいろいろ変化してましたよね。雪の中にいたからね。まあ雪の中でしたよね。まさか雪の中にいるとは思わなかったよね。まあテレビでね最終回でかっこいいこと言ってますからね。なんだろうと思いますよね。一応それが狙いなんで、まあああいう変化をつけたんですけどね。あんだけそのやっぱりなんていうの反省というか、後悔というか、もの傷を抱えてるのかと思ってびっくりしましたけどね。まあそうですね。本当なんか牙をもがれたような状態に。もしかしたら吹っ切れてるのかなと思ってたのにね。なんか吹っ切れてそうなね最後の終わり方なんですけどね。でしたよね、テレビシリーズの時はね。まあある意味その弱腰とも見えるし、どっちとも取れる。あれまで起こったことを肯定的に自分の中ではその捉え始めてるっていうのがあって、その上で今度反省に至るとどうなるかなっていうシミュレーションで映画の冒頭って、まああとあれですね、やっぱりつれての感覚だとやっぱりその最初にびっくりさせたいっていう気持ちもあるんで、それをストレートに行くんじゃなくて、やっぱロイのちょっとそのナルシストなところとかを考えると、まず自分を一番下に持ってくんじゃねえかっていうのがあって、じゃあ出発点をそこにするかっていうね。僕もだから本読んで最初にこっから来るんだってやっぱ思いましたからね。軍はもうやめちゃうのかなと思ってたんですよね。やめちゃうっていうか、もうやめさせられるっていうか、まあ大相当殺したっていう罪がその自分に来るか来ないかっていうのもまあ曖昧にはしておいたので、それはもともとその劇場ではこういうふうな立ち回りをっていうのをプランニングはしてたから、ああいうやり方にはしてるんですけどね。確かに軍に残ってれば降格もやむなしっていうところはありますもんね。だから降格人事っていうのは多分何らかの形であったと思うけど、2年間で元に戻った人と戻ってない人っていう実は住み分けはしようっていうのを考えてて、何らかの形でペンちゃんとその自分たちが起こしたクーデターの責任っていうか、勝てば官軍ではあるけれどもやっぱり降格人事とかなんか他の部署に飛ばされたとかっていうのはあってもいいとは思うんですよ。でただその他の人たちが今まで通りに入れたところを自らかその立場にいるっていうのがやっぱりロイらしいなんかナルシストぶりかなと思って、ただそれがあんまりかっこよくなりすぎちゃうと困るんで、アフレコの時に大川さんにすみませんちょっとかっこよさを抑えてくださいってしてみたりとかね。ようやくまともな話が聞けつつありますけどね。でアームストロングが辞めてたっていうね。アームストロングのがだからやっぱり軍に対してのそのなんだろうな。軍で何かを自分がやらなきゃいけないっていうような責任感は薄いと考えたんですね。であの人はあの人でやっぱり自分のその要するにファミリーの持ってる力っていうのがあってもともとすごい破壊主義者だっていうのもあるんで、だから割とあっさりこの人は軍を辞めれるだろうなと思っていて、事業家力技の事業家かなと思って、でも非常に納得できる登場の仕方でしたね。すごくあれはキャラクターもうまく出せたなと思って。なんか本当おのおののキャラの2年間っていうのがちゃんとバックボーンにありつつ登場してるっていう感じがして、見てる側がものすごいいろんな想像力を働かせられるような登場の仕方をしてると思うんですけどね。その2年間全く書いてないからね。これもすごいよね。本当だよ。書いてくれよみたいな。だってさ、例えばエドとかだったらさ、2年間たださずっと嫌な目に遭うんだよ。そうだよね。ドラマじゃないんだよ。だってもう俺本当台本読んで、エドが大きくなってるっていうこと最初言われ
すごい言われてたじゃないですか、成長してるって大きくなってるってその見かけ的な問題で。なんだけどそっちのことばっかり気になってたんだけど台本読んだらいやそっちじゃねえみたいな全然違う見かけなんかどうでもよかったみたいなねすごいね暗いところからスタートすると重いところからって、でも絶望感があるからこそあの後のそのなんだろうなそのお話の中で動いていくエドの行動っていうのが立ってくるわけだから、まあやっぱり必要だよなと思って、でもやっぱりそういうこと考えると、エドもロイも似たところスタートですよね。なんかロイもやっぱりそう苦しいっていうかなんか一回なんかこう本当ガーって生えてた牙をガッて折られたような感じで、ロイもそうだしエドもなんかやんちゃな牙をガッて折られたような感じのところから、だけれども結局なんて言うんだろうその刃また生えるじゃないですか、再会して、だから男ってそういうもんなんですよ。噛みつきたいのかなあなたはなんだよ俺はそれ噛みつきたいけどさ、まあ鋼はだから全員その喪失感をものすごく持っているところからスタートしているんですよね。だからそれは映画の中で初めて登場するノアとかももちろんそうだし、みんな何かその足りないと思っていてそれを手に入れるためにその各々がその動いた結果がこの歴史のその時代的な背景と重なってああいうストーリーになっていくっていうのがやっぱすごいとこだなと思うんで、すごいとこだなって自分で言うなって感じだね。いやスルーしようと思ったんですけどね今ね自分でそんな拾っちゃうとはね。どうですか最近。なんか最近どうって。最近ね、私今日ね、メガネを作ったんですよ。目悪かったっけ？目そんなに悪くなかったんですけど。今度メガネっ子になろうという作戦ですか？そうそう。でもね本読む時しか書けないからあまりこう披露することはないかもしれないけど。近眼？乱視。乱視か。はいはいはい。私このメガネ初めて見たなと思ってね。そうですか。そうだっけ。可愛いですね。ありがとうございます。なんか変な形でしょ。一応サングラス。そうなんですか？サングラスなんだけど、あんまり色入ってないんで、裸眼とあんま変わんないんだよね。裸眼じゃねえや、透明と。メガネとサングラスって何が違うんですか？サングラス眩しい時眩しくないじゃん。眩しい時にかけて目もよく見えるってこと？道もよく見えるっていう。普通のメガネは眩しいけどよく見えるってことですか？何が違うのかがよく分かんない。色がついてるかついてないかだよだから。レンズに？そう。すごいなんか今世の中に私はバカですって言ってる気がするんですけどいいんですか？いやもうちょっとじゃあ知的な会話をしましょうか。そうですね。振ってください。知的っぽいこと。知的じゃないんで、最近でも大人っぽくなったよねっていう。本当？うわー。ダメだ。何ですか？話が。そうなんですよぐらい言ってくれるかなと思ったんだけど。そうなんですよ。メガネないじゃん。それ俺がよくやるこれと一緒じゃん。水島君も偉くなったよなスパーって言われるっていうのと。大人っぽくなりましたかね。メガネどんなの買ったの？薄くてね、軽いやつで黒い縁で白いのちょっと。黒い縁で白い。黒い縁でちょっと白いのがちょちょって入ってる。入ってるような。牛柄みたいな。全然違う。違うよね。全然違う。全然違う。いいじゃんメガネ。メガネっ子人気あるよ。恥ずかしいですよやっぱ。なんで今更？今更ね。もともとメガネっ子じゃないから。そうもともと全然裸眼ですからね。何？俺のメガネをかけさせてもらって今。これ形が変だからねトンボみたいになると思うよ。うわすっごい監督目悪いんだね。だからメガネないと生活できないですから。本当だこのメガネがあったら生活できないよ逆に。だと思うよ。人のメガネなんてそんなもんでさ。もうねがぜ興味がありまくりですよ。メガネどんなとこで買ったの？普通に街にあるところ？駅ビルにあるところ。ちょっとおしゃれなところに行ったんですね。おしゃれなとこいいよね。おしゃれなメガネいっぱいあってね。おしゃれなメガネ屋さんって入ったことなかったんですけど、全員メガネしてるんですね。そうだよ。店員は全員メガネだよ。ちゃんとおすすめのメーカーのメガネかけてるよ。そうなんだ。面白いですね。奥が深いんですね。メガネの文化は。ものすごく受けてるよ。なんでですかね。おだいそのさん。
収録現場の雰囲気はどうよ。大変だったね。大変だったよね。長かったよね。長かったね。っていうかさっきもちょっと出ましたけど、ノアとかね、新キャラが今回劇場版で出たわけじゃないですか。かなり重要な役回りとして。どう？沢井美優ちゃんピチピチでしたね。そうかよ。一応言っとこうかな。確かにね、ピチピチしてた。ピチピチしてましたね。ペテペテしててタクタクだったぐらいペテペテしてましたね。小栗旬君も背が高くてかっこよかったよね。そうですね。で加藤和子さんはもう存在感あったね。さんですね。なんか今まできらびやかだったよね。もうね、和子ですみたいなね。素晴らしかったですね。僕結局収録の時一緒になれなかったから、で後でほら舞台挨拶の時にね、小栗君と沢井美優ちゃんには会ったけど、加藤和子は結局一度もお会いしてない。それは残念ですね。いやお会いしたかったなと思って。いやでも和子さんとかも2日間ともてっぺん越えるの覚悟していらっしゃってましたからね。小栗君もだってね、後日あそこはもう一回撮りたいって。だから僕ね抜き撮りだった時にあらかじめもうすでに撮ったやつを編集したテープをいただいたの、それ見て来たんですよね。でその時にはもう小栗君のセリフ全部入ってたから、全部終わってるんだと思ったら、スケジュール的に僕の収録の後に小栗君の収録がまだ書いてあったから、あれこれはって言ったら、いや小栗君の方からもう一回やりたいって言ってきたって、すごい熱心だなと思って。いやでもね、沢井美優ちゃんにしても本当俊君にしても和子さんにしても本当にね、誠心誠意鋼とちゃんと対峙してくださってて、こっちも発奮させられましたね。なんかね、って音響監督の三馬さんが自分から今日はもうここまでしようって言ったのが初めてだっていうぐらい体力的にすごい。そうなんですよ。だからやっぱり1日目すごい収録がねかかってしまって、てっぺん近くまで行っちゃったんですよ。で2日目朝中からやっぱりこう収録をし始めてて、でね、リエは待ち時間がすごく多い悩みがあったんだけれども私は反対に1日目が休みが全然なくって、で2日目途中から休みがあったんだけれども、監督や三馬さんはずっとだもんね。ずっと来るじゃないですか。休みないもんね。で私たちの場合は2日間で撮るっていうふうに言ってたんで、これてっぺん越えて私3時4時ぐらいまで行くなっていう、もうその覚悟もできたんですよ。もう行くなって。なんだけど12時ぐらいに三馬さんが、入ってきてスタジオに「ごめんなさい、ギブアップです」もう本当にちょっと頭が今回らなくなってきてるから後日にさせてください。もうね、こっちでもやっぱりやってて、で自分で反応が悪くなってるのも僕も分かるんですよ。三馬さんに聞かれたりとか、その見て何がどういうふうにその芝居の方向を変えてほしいのか、もうちょっとこういうニュアンス入れてほしいとかっていうのがやっぱり瞬間的に出なくなってきてて、2人とも一つの事柄にこう空回りしてるっていう実感はやっぱお互い持ってたみたいなんですよね。でしたらやっぱ三馬さんが「三島さんこれちょっともう今日こんぐらいにしようか」って言い始めて、ここまで撮ったらやめていいって言われて、もう僕もちょっと辛いは辛いですよねって、大丈夫ですかってスケジュールの件とか、僕はやっぱりその取り切んなきゃいけないっていうのもあるんだと思ってたんで、したら三馬さんが「いやそれはこっちでちゃんと調整するからさ」って。じゃあここまでにしようって、とりあえず集中力切れるともうやばいからこれはっつって、あれだけベテランの三馬さんが途中で集中力切れたって言って終わりにするっていうのは初めてのことだったみたいで、戦場のようなアフレコでしたね。いやマジで本当戦いのような、アフレコ現場でございました。すごい綺麗にまとまってる。はい、初めてお題その4、反則技そっくりさんキャラ登場。乗れよ。ほら切れるように数作ってもらキャラってつまりこっちのアメストリスと同じ顔の人がいたと。そうそう、ヒューズにはびっくりでしたね。やんないとヒューズ出せないからね。死んだ人ですからね。まあ死んだ人ですからね。そこまでしてヒューズさんを出したかった。っていうかやっぱほら、鋼の錬金術師の映画である以上は、その1年間見てくれたねファンの方々たちに、その新たなまた提示するときにさ、テレビで活躍してたキャラクターが出ないっていうのはどうよっていう気持ちはやっぱり当然あるわけですよ。でもその死んじゃったキャラを安易に蘇らせるわけにもいかないし、
いわゆるテレビで言った時間軸の過去に戻るっていうのも嫌だしで、どうしようかねって言ってた時に、せっかくパラレルワールドっていう世界を提示してるわけだし、テレビの方でも、その軸に乗っければヒューズも出せるよねっていうんで、実はだから僕も結構そのそっくりさんキャラっていうか鋼で活躍したキャラクターを出したいっていう気持ちがすごい強かったので、それだけはなんとかしたいって話を相川としてたんですよ。ヒューズさんも嬉しかったんですけど、私何でしたっけ、ブラッドレーじゃなくて、グレイシャーじゃなくて、ハイデリヒの周りにいるアニメ本編であると関わりがあったマーティルさんとか出てきたロアさんとか、マーティルは出てねえけどな。そう下りの方たちが4人ぐらいでしたっけ。そうね、よく見なきゃ分かんない人たちね。そうが出てきてて、あると関わった人たちがそうハイデリヒとやっぱいるんだと思って、そこがわーい。相川氏の台本にはあれ以外は監督に任せるって書いてあったのよ。そうなんですか。頑張ったんだけど出せなかったね。そんな尺増えることできねえやみたいな。ライラに気がつかなかった人結構多いかもしれない。多くない？やっぱりみんな気がつく。あ、そうか。なんだ。だって暁のさ、かかず由美ふん一言ですよ。一言ね。お疲れ様でしたみたいな。はい、待て待て。何時間の収録してると思ってんねん。ふんで終わりかいこれ。いやいやいや。でもそれでもほらセリフのなかったスカートラストじろっと睨んでるだけだよ最後ね。俺たちなんで喋ってないのみたいなね。しかもあれアドリブ入れられたって後で沖江さん怒ってたらしいからね。あれだったら入れられたじゃんって言ってたっていう話を。なんで言うかないの。フンがあるんなら、フンがあるんならって。かがず由美はフンの一言で書いていきましたけど、フリッツ・ラングさんはでもすごいね。これ忘れちゃいけない。悪役から一転していいものですよいきなり。しかもあれだけかっこよくて、また柴田さんのお芝居すごい素敵でしたね。でもフリッツ・ラングって本当はむちゃくちゃ若いんですよね。30代ですね。よね。写真見たらすごい2枚目の人ですもんね。そうですね。まあでもね、柴田さんがやっぱテレビと比べるとちゃんと若々しくは演じてくれてるね。あとね、実はテレビよりセリフ早いんですよ全部。やっぱりそのまずテンポを出そうと思って、で早いわ長いわでアフレコの時にいっぺん通しでやってもらった時になんだよこれ大変だなっておっしゃられて。それがなんかそういやでも僕としては本当に満足ですね。若々しく演じてくださってるんで、やっぱりもともとお年を召した方なので、どうしてもそういうなんだろうな落ち着いた感じっていうのは出てますけど、それがまあなんかひょうひょうとした感じにやっぱり聞こえるっていうのがすごくですよね。だからブラッドレーの毒の部分を抜いたキャラっていうのはもともと言ってたんで、そういう意味ではすごく達成感がある。鋼はねもう本当に役者の力でキャラクターをうまく作れてるなって自分でも思うんで。でも本当あれですよね、見てるファンの方たちは初めて、もし劇場版を初めて見る方にしてみれば、こういうキャラクターたちなんだってなんて普通に楽しめると思うんですけど、鋼のテレビ版を1年間見てくれた人たちはさらなる面白さをね持ちながら見てもらえる展開になってますよね。はい。終わりなの？終わり。どうですか最近？いきなり最近ね。あれですね。大川さんといえば阪神、セリーグ優勝おめでとうございますですけどね。その先の話はあんまりしたくないですか。4立てみたいな。ちょっとね悲しいこともございましたけど。そうですね。なんかいかんですよね流行り方。まあねちょっとね方式はちょっとね。思いの丈をドンとこう。いやだからいいの野球の話でって感じですが、いや日本シリーズのねあり方をねもうちょっと考えようよとね、パ・リーグのプレーオフのあり方とねそのセ・リーグの今まで通りのスタイルと一緒っていうのはこれはちょっとねいかがなものかなと。あれですかねロッテ本当になんか運が良かったみたいなところありますもんね。まあ勢いがね勢いありましたからね。強かったっていうのは確かにあると思いますけどね。それは31年ぶりでそれは盛り上がったろうよ盛り上がったろうよっていう。うちも21年ぶりの時には大いに盛り上がりましたね。18年ぶりも盛り上がりましたよ。なんかみんな阪神ファンも淡白に受け入れてましたよね。なんか今回しょうがねえかみたいな。しょうがないですよね。だって負けたものは負けたもんですよ。
それひっくり返すわけにいかないですからそうですね。ね。大人な感じがしますよね、阪神ファン。そうね、大人ですよ。打たれ弱いで、打たれ弱いじゃない、打たれ強いですからね。過去の蓄積がやっぱり、もうちょっとやそっとのことじゃね、めげませんから。まだ来年って感じですよね。まあ来年の楽しみが。来年は連覇して、連覇決まってますから、もう間違いなく。でプラス日本一、行きましょう。なるほど。まあソフトバンクが来ようがロッテが来ようが、まあ来年は大丈夫でしょう。間違いありません。めちゃめちゃ野球の話ですね。僕中日ファンなんですけどね。そうですよね。そうですよね。プロデューサーの南さんも中日ファン。そうですね。なんかエンビーが最後ドラゴンになったのはそのせいだって。そのせいだってなんか言ってたりとかね。ドラゴンズファンの結託。僕聞かされてなかった。あ、そうなんですか。そうなんだって思いながら、あ、そうだったんだ。いつの間にそのことを決められたんだろう。そんな意図僕はなくやってたみたいな。南さんそうだったんですねってとりあえず聞いてみました。そうだよって言われました。なんか。その最後の最後でなんかやっとこう話ができたっていう感じで、嬉しい限りで、そう言っていただけると、なんかね、なかなかやっぱ役者さんとこうお話をする機会っていうのがないもんだから。そうでしょうね。だから終わってからの方が話してますよね。いろんな機会で。劇場が終わってからそうですね。まあ打ち上げだったりとか、舞台挨拶ご一緒させていただいたりとか。あとはですね、なんかトークショーかな、なんかもねやりましたしね。そうですね。で今日もそうですしね。そうですね。終わってからの方がなんかすごくいっぱい喋ってますよ。そうですね。まさに大川さんが阪神ファンだっていうのを俺最近知ったぐらいだからね。話ループしてますよね。そうですね。お題その5、これぞ感動名場面集。だから乗れよ。じゃあロイから。名場面ね。はい、名場面。みんな随分経ってるからちょっとね。そうなんだよね。もうねいっぱいありすぎてね。どれ選んでいいかわかんないんだよね。でもやっぱり雪の中から現れるロイです。いやだからあれ。ね、収録の時って完全に絵が出来上がってなかったんですよね、あそこはね。だから僕は雪が降ってる吹雪いてる彼方からこううっすら見えてくるのかなと。2人がこう歩いてきて、でだんだんこうちょっと分かんないけどこうぼやけてる姿がどんどんはっきりしてきたらロイだっていう絵なのかなと思ったの。試写会で見たらさ、雪だるまからバスーンとしたらロイだもん。なんか椅子から転げ落ちそうになっちゃって嘘みたいな。あれがあったと思うとあの後のこう演技の方向性のこんななってるのは分かりますよね。分かってますよね。あれはある種名場面。まあそうですね。ある種の名場面ですね。私はね、あそこお父さんが塩ビ流にこう食われてて、それを自分で自らガッと閉じて、いや江戸元気かいって言ったとこね。そうお前食われ血だらだらみたいな、そう何やってんのお前みたいな、ちょっと待てよ助けるからみたいな、なのにいいみたいなね。あそこなんだろう、その子の劇場版シャンバラを行くもの、すごいアンニュイなところ、ギャグから始まるんだけれども、だけどアンニュイな雰囲気が全体的に流れてるじゃないですか。であのシーンからものすごくスピード感がアップしていくような気がして、でまたすっごい綺麗じゃないですか、連星人。そうですか、ありがとうございます。なんだおい。もう嬉しい限りで。でもなんか今その話が出た時に、もう江原さんのあの時の演技のいろんなパターンがこう頭の中をこう走馬灯のように、なんかすごい悲しいシーンなのになぜそんなに面白くなってるのかっていう。そんなに何パターンもあったんですか。最初に自分の状況がよく分かんない。それがね分かってなくて。すいません、もうフィルムがね状況が悪いんでね。割と楽しいシーンみたいに。そう。やっぱりよかったんだやっぱり。普通によーエドみたいな。みたいな。これかなり出血がして大変なことになってる、ト書きにも書いてあるんですけどみたいな。そう。そうなんですかみたいな、いつもの調子で。で自分でこうドラゴンのこう口を閉じる時とかも、いや力を
込めてるのは分かるんですが、それはちょっとやりすぎな感じですっていうね。そうですか、やりすぎですか。その場にいたかったらこの挟まれる感じを自分で実演しながらこうですかこうですかみたいなやってんのそうだから至ってでも江原さんは受けを狙おうと思ってるんじゃないですか。超真剣なんですよ。わかるよ。てかそこが江原さんの面白いところですよね。でもね、やっぱりそうやって重ねていくうちにピピッとくる演技とこう来て、すごいいい感じにねやってもらえたんですけど、やっぱりその前のテイクの面白かったですね。なんかね、何度見てもね、その江原さんの演技を思い出しちゃうんですよね。なんだよ、名場面にあげた甲斐がねえじゃねえかよ。本当に。でもさ、いや名場面あそこからものすごくテンポが上がるっていうのはやっぱりフィルムのもう要するになんだろう、テンポ感の計算でやっぱりその門を連成するっていうところから後半へはもう一塊っていう、決着まで一塊っていうのは僕の中でも考えてやってたテンポの作り方だったんで、確かにあそこがスタートなんでね、あそこが一番最後の緩いとこなんですよ、そういう意味では。じゃあリエの名場面は？私もお父さんなんですよ。意外だわ。私試写会で一回見て、でその後で都内で自分で見に行ったんですけど、その時もやっぱりなんかお父さんが最後にこうギャーってなりながら「あるによろしくな」って言うんですよ。で「あるって俺だよな」みたいな「もうあるって世界中が私です」みたいな。今自分に言われたって思ったわけだ。そうなんですよ。だからもうそこがすっごい残っちゃって、アニメ本編でお父さんと仲良さげに普通に喋ってるのってあるだけなんですよ。そうだよね。そう、エドは結構反発したまんまだったので、見た瞬間殴りに行ったもんね。だからクソじじい。余計普通にお父さんっていう情があるもんだから、はあお父さんって思っちゃって、僕はですね、あれですね、その後のロケットが飛んでいくところでハイデリヒがね死ぬところとか、あとその前のエドを吹っ切ってね、ハイデリヒがやっぱりダーンって飛び出すところとか、ハイデリヒ絡みは結構ね、なんかそれもね、だからやっぱ小栗くんの演技があってものすごくうまくいった。あそことかだからエドをね弾き飛ばすとことかは小栗くんの演技に合わせてちょっと絵を変えたぐらい本当にすごい良かったんですよね。僕が思ってるよりもその感情の爆発っていうのがすごい綺麗にストレートに出てて、キャラクターがこう動いていく様っていうのをすごいまじまじとその作ってる最中に感じられた、自分の計算を超えた部分なんですよね。だから良かったなと。あとありがちですけどエドがねアルを諭すところは。いや、そこが取っといたところなんですよ。相当パクさんにも頑張ってもらい、パクさんそこヒーローじゃないからってね言ったところがそこだという。なるほど。いやあのセリフをやっぱり言うのは本当力いりますよ。だからやっぱり力がいる分頑張っちゃうとヒーローに聞こえちゃう。それはもうすごい重々芝居のダメ出しとしては分かるんだけれども、だけどやっぱり頑張らないと何にもなくなっちゃうような気がして、なんていうんだろう、自分たちが世界と関わりがないなんてことはない、全部俺たちが関わりのあることなんだっていうようなことを言うシーンが私の中で一番の名場面なんですけれども、あれは相当力が本当いりましたね。あるも目の前でおかしくなことになっちゃってるし、だから感情の変化をわざと顔を絵から外してでそこの変化をパクさんに作ってもらうっていうような手法を取ってるんで、特にやりづらいと思うんですよね。こことここの間をあなたの演技で埋めてくださいっていうやり方じゃないですか。やりがいはあると思うけど、それがもうとにかく今まで積み重ねてきたものを全部乗っけてものすごい複雑な感情をやってくれってこっちは言ってるんで、楽しみにしてますよってやってるんで、やってて分かるんですよ、辛いのはね。もうちょいこうしてほしいな、もうちょいこうしてほしいなって、結局もう欲がどんどん出てくから、いつまでたってももう一回ってなっちゃってね。あれだからあれでもやっぱり別日でよかったよね。そうですね。お互い納得するまでできたんで。でほんのちょっとだけのエドの変化、この変化をつけてほしいんだみたいなこともお願いしたりとかして、でしかも前の釘宮さんの演技も最高でね、悲鳴のとことかもすげえって思いましたからね。初めてだよね、あるがああなったの。ああなったのはね。テレビシリーズでずっとやっぱり兄貴よりもそういうところが大人であるっていうのをやってきたのが、過去の記憶がないが家にすくすく育ってある種まっすぐすぎるから、初めて人の死っていうものに直面して自分の持ってる力っていうのも分かってるから、つい助けたいって自分がそれを背負い込みたくないからっていうのがあって、そこに駆け込んでいくっていうところの悲鳴なんで、やっぱりなんかこう作り物っぽくなっちゃう絶対嫌だったんで。
グーってずっと震えてるんですよ、隣で。グーって入ってるよね。でもうだって震えてるし、どうしようみたいなおリエットあるかぶってる今みたいな、シンクロ調してますよこれ今みたいな。そうですよね。何話しかけても全然もう答えないし、リエって話しかけてももう本人はこんなになってでもだからジルジルボロボロプルプルプルみたいな、ね、もうダメだみたいな、話しかけらんねえみたいな感じで。あそこはね、だからシナリオにないんですよ、あのシークエンスって。その人が潰れてるのをアルが見てそっとして人体錬成しようして、でそれをエドが止めるっていうのは、やっぱりあそこでそのアルフォンスがその追い詰められなきゃいけないっていうのは一つ自分の中にあって、で付け足したところなんで、やっぱあそこが短いシークエンスであるの葛藤っていうのが出ないと困るから、やっぱりもう分かってるんですよね。でもそれ以上尺使ってできないっていう、その全体の尺の中の都合もあってお願いしますっていう感じだったんで、そういう意味では本当に2人の演技に助けられて名シーンになったのだからもうすごくあそこも、自分の中の名シーン。今最後に挙げた名場面っていうところに向かって、この「鋼の錬金術シャンバラ行くもの」はなんかあったような、劇場版としてあったような作品なんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけれども、そういう大きな戦争っていうテーマを扱ったりいろいろしてる作品なので。何？いやまとめようと努力してるんですよ今。それが分かりすぎちゃってちょっと本当やりづらいこの現場っていう感じです。はい。最近どうよ。何を言ってるの？今すごい詳細な打ち合わせをして、最初のきっかけはリエで行くって言ったじゃん。言ってない。どう？まあぼちぼちかな。そう。まあぼちぼちかな。なんかさ、実りのあるトークをしよう。じゃあさ、鋼について語ってみる？鋼について。でも結構語り尽くしたよね。してきましたよね。じゃあやっぱり日頃の生活にする？日頃の生活ね。じゃあ、怪我の話とメガネの話はなしでいこう。ごめん、当たり前。ごめんね。してるでしょ、お互いに阪神の話もね。ね、それはなしでね。どんな実りのあるトークを？実り。拾えとそれを。恐ろしい子だわもう。俺は好きだったよ、リエのこと。私も好きだった。だからリエと会えなくなってきて寂しいよ。私も寂しいな。つなげてよ。つなげてよ。ちょっと慰めるとかさ。じゃあ、私がパクさん家に行って、お料理食べてあげるよ。パクさんの手料理を食べてあげるよ。私に作りやがれと。あたいが作ってお前食いやがって帰る。そう。寝てってもいいよ。パクさん家でお風呂を借りて、おやすみって、もしくは一緒に寝るかみたいな。ちょっとごめん、ちょっと一瞬ドキドキした。本当に今やばい、今すごいパクロミ、冷静になれ。すごいちょっと赤くなりそうな感じ。マジで？それはまだやってくれたことないよね。ないね。一緒に寝るかって、ちょっともう一回やってくんない？一緒に寝るか？寝るよ全然。寝る。全然寝る。おマジで。寝る。俺料理作るわ。作る。片付けもちゃんとやってみるわ。だけど条件がある。何？部屋の整理をしてくれ。やるよ。エプロンとか持参しちゃうよ。マジで裸エプロンやってくれる？ダメかな？ダメ？夢なんだよね、裸エプロンで待ってるっていうシチュエーション。やればいいじゃん、自分が。待っててほしいのよ、裸エプロンで。タララーって裸エプロンで「おかえり」って言って「ご飯とお風呂私どれにする?」みたいな「お前に決まってるだろ」っていう。やりたくてしょうがないんだけど。よく恥ずかしげもなくそんなこと。そうですよね。今ちょっとカメラに映ってるってことを忘れてましたね。
かり忘れてましたけれども、本当こんなどうしようもない動画でいいんでしょうか。大丈夫。あ、そう、ということなんでここら辺で終わりにしようかな。監督の声が大丈夫じゃねえよって聞こえましたけれども、お題その6、締めくくりのメッセージ。乗れよ最後ぐらい。締めくくりなんで、もう本当にもう本当やで、この現場ほんまにもうとっとと締めちゃってもう閉めちゃってって。まあこれででも本当に鋼の錬金術師劇場版シャンバラを行く者、最後のコメントなんじゃないですかね。もう皆さんにそうだね、もうパッケージとして最後に出来上がってね、皆さんの元に、手元に行って、ですから最後です。本当の最後の最後です。最後です。最後ですよ。なんだよ。可愛さアピールしやがって。ってなことで最後の最後でございます。はい。なんかメッセージすんの？メッセージすんのって、まあそうですね、していただけたら光栄なんでございますが。まあね、シャンバラシャンバラシャンバラを行くものですよ。はい。ね、舞台がね、実際にその起こったことを元にしてますんで、僕自身もすごく収録に入る前、また見た後ですね、すごくいろいろ勉強させてもらいました。当時のドイツの様子とか、いろいろこんなことも本当にあったんだとか、まあ、エッカルトさんが本当は男の人だとかね、実際はとか、そういうのを自分もいろいろ勉強してへーとか思ったりなんかしたもんですから、劇場で見てくださった方、またこの DVD を買って見てくださった方、それでこれから見る方も、またなんかその辺のこともね、こういろいろ調べて、見てもらえると、また、20、30、40、50、60、70とね、楽しさが倍増すると思いますんで、本当何回も何回もまた繰り返して、いろいろまた自分でもいろいろ調べつつ、こう見比べたり、見直してもらえれば楽しいかなと思います。素晴らしい締めの言葉でしたね。このまま終わっていいんじゃないかな。もう言うことナッシングみたいな感じなんでございますが、せっかくなんでリエチン。はい。じゃあ長い間どうもありがとうございました。なんと言いますか、こう何気なくこうもう2年近く以上時間も経っておりまして、この作品に関わっていろいろこう考えさせられたりとか、見てくださってる皆さんも作品によって何かしら影響を受けたこととかいっぱいあったんじゃないのかなと、私もそういうこといっぱいありましたので、本当にこの作品に関われてよかったなと思ってます。そうですね、おそらくこれで終わりなんでしょうけれどもなんていうかこれからもですね、この作品とか、それぞれのこう各人など応援して見守っていてくださると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はあってなんでございますかね。いい締めでございましたね。本当ですか。いや、よかった。監督と行きたいところですが、監督には最後ちゃんと締めていただいて、じゃあ私からの締めくくりのメッセージはですね、本当に釘宮同様、皆さん本当に長い間どうもありがとうございました。本当にこの鋼の錬金術師から私はいろんなものをたくさんいただきました。何をいただいたかというと、やっぱりいろんな方々との出会いですかね。こうやって皆さんとも今間接的ですけれどもお会いできるっていうのも出会いの一つだと思ってますし、本当にいろんなものをいただきました。この鋼の錬金術師は
もういろんなものを深いものをテーマにしている作品なのでずっとこの DVD をお手元に置いておいて自分の宝物にしていっていただけたらなっていうふうに思ってます。何年経っても5年後10年後20年後見ても面白いなと考えさせられるなと思える作品だと私は思ってますので一生あなたのお手元でずっと大切に宝物にしてください。本当にどうもありがとうございました。以上です。じゃあこれで終わり。お前は泣くなバカ。泣くなよ。みんな今ね結構ね浮かれてるけどね頑張ってんの。泣かないの。あらまあね、最後って言い過ぎちゃったからね。いや鋼の錬金術師自体はね、まだまだ荒川博先生の原作が続いてますんで、本当にアニメーション、この何ていうんですかねチームで作ったアニメーションがこれで、一区切りついたという形で鋼の錬金術師自体はまだまだ、荒川先生の手で世の中に送り出されると思うんでひとまず終了みたいな感じでファンの皆さんはこれからそれぞれの鋼を楽しんでいただけたらなと、僕は思ってます。本当に今回の作品は今皆さんも言ってましたけどすごく人に恵まれてここまで大きくなった作品だと僕も感じていて本当にこんなになんだろうな励みになるというかやっていてその自分にとってプラスになる作品っていうのは、一生で本当に1本ぐらいしかできないだろうと思ってたぐらい、すごい密度の濃い仕事を今回させていただいたので、これを糧に僕もこれから先また皆さんに楽しんでもらえるようなフィルムをね作っていって、またこの皆さんと共に仕事ができたらいいなと思います。で鋼の錬金術師自体もねまた原作が続いてるわけですからなんか形になった時にね声がかけられるぐらい頑張ろうかなみたいな、やるかどうかはまだね全然わからないですしやってくれるといいよねっていうとまたみんな期待するよね。裏切るのが監督ですから。俺と相川しかな。そうですね。でも本当にすごく最後まで皆さんと一緒にねこうなんだろうな鋼の錬金術師っていうのをこう作り上げられたもう当然ファンの方がいなければ成立しないものなので本当最後までやりきれてすごく幸せです。もう本当にありがとうございました。これからも鋼の錬金術師を喜んでじゃねえ楽しんで喜んで楽しんでな。喜んでね。ちょっと間違ったね。楽しんでいただければいいなと。もう本当この作品も本当に何度見ていただいてもですね新たな発見があるような作りになっていると思っていますので、岡さんもおっしゃられた通りにちょっと背後にある歴史とかを見返してもらって見ていただくとまた違った切り口もありますし個々のキャラクターがそのなんですかどういう立場でどう考えていたのかっていうのもちょっと考えてもらうと相当いろんな見方ができるフィルムになってると思うので荒っぽい作りにはなってますがぜひ何度も何度も楽しんでいただけると嬉しいなと、思います。本当にありがとうございました。はい。なんでちょっとなんかこうねまとめようよみんなで。そうね。シーンとしちゃってるからね。もうなんかこう言い残したことはない？ないの？だってもうだって皆さんにお渡ししてそうだねそれで僕らは終わりだもん。そうだね。だから私たちなりの熱い思い、気持ち、いろんな思いをとにかく本当この作品に込めましたので、それを今度どう楽しむかはもう皆さんの自由。もうこのパッケージの中にね僕らの思いが全部詰まってるからね。そうですね。このリエの涙もね。そうです。鼻水も詰まってますから。もうでも本当に血と汗と涙の結晶でございます。なので本当一生鋼の錬金術師を皆さん宝物にして楽しんでお手元に本当持っていてほしいなってずっと忘れないでいてほしいなっていうふうに思います。大丈夫か？感動の涙。大丈夫みたいな。じゃあ4人で声を揃えて、ありがとうございましたって言おうかね。みんな我慢してるからね。頑張って言おうか。頑張って言おうかね。じゃあ皆さんあちらのカメラですよ。よろしいですか？揃うかどうかわかりませんが。ありがとうございました。せーのでとりあえずやってみましょうよ。どれだけ意思の疎通が図れてるかっていう最後の最後で分かれるわけじゃないですか。ね。じゃあいきますよ。せーの。ありがとうございました。
揃ったじゃん。うん、なんとなくね揃えようとした意思が見えたよね。